心、体、魂を整えるザ・ミラクルスマイルフォレストミラスフォへようこそ。この度 YouTube VIP ミラクルメンバーをリニューアルしました。広告なしの誘導瞑想動画など200本以上の動画をご覧いただくことができ、メンバー限定サイトからはカテゴリー別に動画が分けられてとても使いやすくなっております。メンバー限定の新月生配信、その他さまざまな特典をご用意しております。月額は1190円になっております。そして最近持続可能なウェアとグッズのオンラインショップミラスフォーをオープンしました。成分改正素材を 100% 使用したスマートフォンケースはじめ、オーガニックコットンや再生素材を使ったウェアなど新着デザインも続々とアップしていますので、ぜひ概要欄からご覧ください。感謝が見えにくい時代だからこそ、当たり前のことに感謝できる心の力を育んでいくことこそ、この激動の時代を乗り越えていく鍵だと思っております。3ヶ月間を通して感謝の心を育んでいく習慣づくりのオンラインプログラムもいつからでもご参加できます。ザ・ミラクルスマイルフォーレストのホームページもリニューアルしましたので、直近のイベントやスケジュールなどすべての詳細は概要欄にリンクを貼っておきますので、そちらからご覧ください。今回の動画は死んだらどうなるのかというテーマでお話をしていきたいと思います。なぜ今回このテーマを選んだかと言いますと、去年から今年にかけて1年間でお亡くなりになっている方が非常にたくさんいらっしゃるということ、そして火葬場がフル稼働して予約待ちがすごい状況だという話や、国が自治体に火葬場を何とかするように呼びかけているという話を聞いたりして、死ということに直面されている方も非常に多いのかなと感じております。ですので今回この死んだらどうなるのかという非常にデリケートなテーマではありますが、そのことについて触れることによって、じゃあこれからどう私たちは生きていけばいいのかについて考えるきっかけになれば幸いです。多分1回の動画では収まりきらないので、何回かのシリーズにしてお届けしたいと思います。死後はあると思う人、ないと思う人、死後どうなるかについての考え方は人それぞれだと思いますので、今からお話しする内容も一つの死生観として参考にしていただければと思います。今回は死記という本の中身を抜粋してご紹介させていただきます。最後は私自身の霊的体験談、私の周りで死を体験してそこで見た世界の話などもご紹介したいと思います。さて、この本は著者である北さんが40数年間人間界と霊界を自由に行き来し、誰もが知り得なかった経験をされ、その体験をもとに書き下ろされた本になります。この本のリンクは概要欄に貼っておきますので、ご興味ある方はぜひチェックしてみてください。さて、北さんは16歳の時にバイク事故をして10日ほど意識が戻らなかったそうです。その間によくある幽体離脱ですよね。怪我をしてベッドで横たわっている自分自身を真上から天井から見下ろしていたということなんですね。自分は周りの声が聞こえるのに、自分の声は誰も気づいてくれないと、よくある幽体離脱された方がおっしゃるような、そういう体験をされたんですけれども、その体験をきっかけに霊界と人間界と40年以上何度も行き来して、その時に見聞きされたこと、あるいは人間界と霊界とのつながり、現世来世との関わり方、どのような人生を送ればいいのかということをこの本で、ご紹介してくださっています。45年間霊界のことをほとんど誰にも語ってこなかったのですが、霊界自体が大きな危機を迎えていることを知り、私にそのような重大な役目を果たせるだろうかという重圧を感じながらも、私に降りてきた霊界の助けを得ながらこの本を綴りました。人間界の人の一生は本番前の予行演習なのです。霊界から見れば人の人生はほんの一瞬です。時間にすれば数秒くらいの感覚です。たったそのくらいの時間も辛抱できず、誘惑に負けてしまう人が実に多いのです。
霊界から人間界に来るときはどんな人でも他者を愛する心、利他愛の心や霊格を上げるための修行に来ていると誓っているのに、この世に誕生するといろいろな罠や誘惑に負けてしまう人が多いのです。人生にはたくさんの誘惑が存在し、次から次へと甘美誘惑が魔物のように襲いかかってきますが、その時その瞬間に立ち止まってよく考えてください。これは罠かもしれないと考えることからまず始めてください。本当の人生は死んでから始まる。私たちの本当の人生は死んでから始まるのです。この世の人生は試験されているのだと思ってください。試験の成績によって次に行く場所が決まります。試験といっても難しいものではありません。簡単に言えば人生においてどれだけの利他愛を成したかということです。利他愛とは自分がどんなに困難な立場にあろうと人を幸せにしたいと願う心です。霊界とは利他、すなわち愛だけが存在しているところです。人より先に自分だけが利益を得ようと思う者は一人もいません。自分だけが愛されよう、先に愛されたいと思う者も一人もいません。自己的な思いを持つ人は霊界ではたちまち心が苦しくなり、いたたまれなくなります。そのため霊界では利己性という人間界の未熟さや悪は全く存在しません。あなたにとって幸せとは何でしょう。何を喜びとし、何を幸せと感じるのか、人それぞれに違いがありますし、今置かれている状況の違い、価値観の違い、その人に備わっている能力や条件の違いも反映されます。幸せそうに見えても本人は不満だらけであったり、気の毒に思われる状態でも意外にも本人は満たされていたり、その人の考え方一つで人は幸せにも不幸にもなるのです。他人のために施した善意は絶対に消えません。なぜなら善意を施す行為に携わることによって霊的成長が得られるからです。そのためにこの世に生まれ人間として生きているのです。霊的成長こそが霊界にとって最も重要なことであり、それ以外の目的はありません。霊界はすべてお見通し。もちろん私も霊界のことがすべて分かっているわけではありません。私が霊界に行って教わったことや自分自身の目で見てきたことをお伝えしているだけで、まだまだ分からないことだらけです。霊界で注意されるのは、その人の未来を左右することを言ってはならないということです。霊界というところは一人一人の未来のことまで全て分かっているのだと驚くとともに、一切隠し事のできない恐ろしいところだと痛感したのです。霊界から見れば人間の悩みは本当に小さなことばかりです。悩む暇があれば道端のゴミを拾うとか、些細なことから始めてみてはどうでしょう。それをすることで小さな満足感が必ず得られます。決して事の大小ではありません。毎日小さな善行を一つすることから始めてみてください。きっと物の見方や考え方が変わります。臨死体験とはどういうものなのでしょうか。多くの学者たち、精神科の医師や心理学者たちは、死の問題に苦痛を和らげるために脳からある種の脳内物質が出て、それに化学的反応した脳が展開する幻覚だとしました。脳内麻薬による中毒患者の症例だというのです。ところが困ったことに、臨死体験のデータを集めてみると、トンネル体験であるとか光体験とか三途の川のような境界線とか強烈な体験の記憶が残り、まさしく現実だと感じられること、死に対する恐怖感がなくなることなど、そこに驚くべき共通項があるのです。臨死体験は夢よりはるかにリアリティがあって、決して取り留めのない幻覚ではありません。最近では一部の科学者の間でも霊界は存在するという説がささやかれています。幻覚とか意識の世界だけの絵空事ではなく、霊界は物理的にも存在すると考えられ始めています。もちろん臨死体験も幻覚ではなく現実の体験なのです。これまでずっと物質と霊とは分けて考えられてきましたが、霊的な存在と物質界は別々なものではなく、長い
延長線上につながっているものなのです。昔は人間界と霊界の間にははっきりとした隔たりはありませんでした。臨死体験者はその手前で引き返し、霊的な世界と物質の世界をつなぐ体験を話しているのです。私たちは生きているあらゆる瞬間にも霊界とつながっています。私たちの一歩一歩が霊界の一歩一歩でもあるのです。霊界は霊界で人間界に霊性を向上させる有効な知らせを送り込む機会を待っているのです。奇跡というものは基本的にありません。霊界との共同作業なのです。そういう意味でも死後の世界を考えることは本当の人生を考える上で重大なことなのです。あなたの守護霊へ感謝すべきこと。あなたの霊覚と同じレベルの霊覚を持つ守護霊が常にあなたを導き見守っています。あなたの守護霊はあなたのことを一番に考えてくれています。あなたのことを誰よりも理解し、誰よりも心配してくれています。どんな時でもあなたの味方なのです。人生において私たちを最も深く愛してくれるのは肉親ではなく守護霊なのです。皆さんはそれぞれの守護霊の愛と導きを得て人生を送っていますが、それに気づいている人はほとんどいません。一日の終わりにあなたの守護霊に心からの感謝の気持ちを伝えてください。心の中で念ずればよいのです。守護霊との信頼関係が生まれ、一層強くあなたを守り、そして導いてくれるようになるでしょう。守護霊について知らないまま自分は一人ぼっちだと錯覚している人も多いのですが、本当は一人ぼっちで孤独な人などいません。私たちは守護霊の真実の愛で包まれているということを知ってください。そうすることであなたと守護霊を結ぶ霊的パイプはさらに太くて強いものになります。その結果あなたは霊界からの影響力とエネルギーをストレートに受けられるようになります。今の世の中では昔と違って他人を助けるという気持ちが非常に急須になり、自己中心的になって本来の人間の姿と役割を忘れてしまい、取り返しのつかない状態になってきています。結局後悔するのは人間なのです。あまりにも世の中が急激に進んだために修正する間もなく間違った方向に進んでしまったことは霊界にとっても頭の痛いところです。この辺で修正しなければ人間社会が立ち行かなくなります。人間は死んだら終わりではないことは何回も申してきましたが、人間界での行いが一番大切なのです。死んで霊界に行った時に自己中心的に生きてきた人はみんな反省の日々を送っています。霊的成長は霊を優先した生活の努力と純粋なリターン愛の実践を通じて行います。日常生活を物欲に流されないようにコントロールして、人々の霊的向上と霊的幸福のために犠牲的な歩みをすると、霊的成長が促されるようになります。無欲の利他的行為や思いやり、寛容心を持った実践を通して少しずつ霊的成長ができるのです。反対に肉体本能に溺れてしまい、この世の利益や快楽ばかり追い求めると、霊的成長は全くできなくなります。他人を憎み、リターン愛の実践に励む人間を妨げようとする者はやがて当然の報いとして激しい後悔と苦しみを自ら招くようになります。人間は失敗から学び成長するのです。人間界は霊界に行く準備をするところであり、巨大なトレーニングセンターです。さまざまな失敗から学び成長するところとして人間界は作られているのです。全く失敗しない人は人間に生まれる必要はありません。私たちは失敗を恐れず、人のためになると確信することを実行すべきなのです。霊的視野を身につけることによって霊的楽天主義が可能となり、それが身につくと人間が陥りがちな余計な取り越し苦労、恐れや悩みから解放されます。すべての出来事が自分の成長にとって欠かすことのできない良きものと受け止められるようになります。ということで今回は四季という本をいろいろなところをね、ピンときたところを抜粋して読ませていただきました。いかがだったでしょうか。